やっほー、みーちゃんです。ごめんなさい、久しぶりの投稿になってしまって。今日はニュージーランドで働く上で知っておいた方がいい労働のルールについてご紹介していきたいと思います。日本とは違う制度があり、知っておかないと損してしまう内容となっておりますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。このように私はニュージーランドで生活する上で役に立つ情報などを発信しています。チャンネル登録していない方はぜひお願いします。それでは早速いきましょう。まず最低賃金について。2025年の12月現時点では最低時給は23ドル50セントです。で、これが2026年の4月の1日に上がる予定がありまして、それが23ドル95セントになります。約50セントのアップです。基本的にどんな仕事でもこれ以下は違法になります。場所によっては、やっぱ英語できないこととかを利用して最低賃金以下で働かせるところもあるみたいなんですけど、それはちょっと避けた方がいいかなと思います。責任や経験があるポジションだと、25ドルとか30ドルの可能性もあります。働き方、責任とか英語力によっては昇給の可能性もあります。私のワーホリで来ている友達も、初めて3ヶ月とか経って仕事が慣れた時に、ちょっと時給が上がったっていうのをたくさん聞いています。続いて給料の支払い方法。多くの職場では週払いか2週間ごとになります。給料はすべて銀行振込です。そういうだからブラックなところだと手渡しとかのところもあるみたいです。ペイスリップっていう給料明細がメールで届きます。そこに税金とかホリデーペイについてが記載されています。ホリデーペイに関しては後ほどお話ししたいと思います。でニュージーランドは、基本的にはチップはないです。アメリカみたいに必ず 20% とか払わなきゃいけないっていうのはないんですけど、レストラン、高級なところとかであれば、チップをお客さんからもらうところもあって、それを従業員に配るっていうところもあります。続いては、手取りと税金についてです。税金は、自動で引かれるので手取りだけが、振り込まれます。その際 IRD 番号が必要になります。これは日本でいうマイナンバーみたいな感じですね。ニュージーランドに到着したらそれを発行して、その働く場所に伝えないといけないです。税率については収入によって異なってきます。だいたい 10% から 40% になるんですけど、基本的にワーホリの方は1年なので、おそらく 17.5% が多いかと思います。で、確定申告も不要で、その IRD 番号っていうのがあれば自動で、確定申告をしてくれて、タックスリターンも自動でやってくれるので、特別な手続きとかは不要です。続いては先ほど言ったホリデーペイについて。ニュージーランドでは、1年間働くと4週間分の有給休暇がもらえるっていうふうに法律でなっています。ただワーホリなどの短期労働者は1年未満のことが多いので、その有給の代わりにホリデーペイっていうのが給料ごとかそれか退職時にもらえます。それが給料の 8% になります。なんで給料明細にホリデーペイっていう風に記載されてると思うので、よく確認してください。給料プラスそのホリデーペイ 8% 分が振り込まれます。続いてはシックリーブ、病欠休暇についてです。日本ではあまり馴染みがないんですけど、ニュージーランドでは6ヶ月以上同じ雇用主の下で働くと10日間のシックリーブがもらえます。職場によって異なると思うんですけど、例えば3日以上とか連続で休む場合はその医者の診断書が必要になるケースもあるみたいです。
ただ1日とか2日であれば見せる必要はないと思うんですけど、なので給料振込時にそのシックリーブ分の使った日のシフト分の給料が振り込まれています。日本では病気になったら有給を使わなきゃいけないと思うんですけど、このシックリーブはすごくありがたいですよね。例えば熱が出ちゃった時とか、その分働けないんですけど、その分お給料がもらえるっていうのはすごくありがたいと思います。続いて、パブリックホリデー、祝日についてです。ニュージーランドでは祝日に働くと給料が 1.5 倍になります。さらに代給をもらえること、1日の代給をもらえます。なので給料の 1.5 倍プラス代給がもらえます。その代給分は、その職場によって異なると思うんですけど、その時にもらえるのか退職時にまとめて、振り込まれるのかわからないんですけど、必ずもらえるので確認してください。続いて、掛け持ちダブルワークについて。ニュージーランドは基本的に掛け持ちは OK です。で、給料税金も自動で引かれるので、特別な、申告は必要ないです。昼はカフェで夜はレストランみたいな方もたくさんいます。ただ、シフトがかぶってしまうと良くないので、どっちかを優先させたりとかってなってしまうので、片方が入れなかったりとか、フレキシブルじゃないので、あんまり入れないっていうケースもあるみたいですね。続いては休憩時間、勤務中の休憩時間について。労働者は勤務中に、時間によってなんですけど、有給の休憩時間と無給の食事休憩がもらえるようになっています。これは労働者の生産性と安全性を保つために必要だとされています。例えば、2時間以上4時間未満であれば、1回の有給10分休憩がもらえます。で、4時間以上6時間未満であれば、その10分休憩1回、有給の10分休憩1回と無給の30分以上の食事休憩がもらえます。これは働く時間によって異なるので、ちょっと詳細の本についてはこちらに記載しておきますので、確認してみてください。続いて、給料明細のチェックポイント。ペイスリップっていうのは必ずもらえるので、そこにホリデーペイとか、タックスとか代給、あとはシックリーブのバランスなどが記載されています。勤務先によっては知らずに損している方も多いです。働いている中で有給とか代給を申請せずに無駄にしてしまうという方もいるので、必ずチェックしてください。そして、入社した時には必ず契約書をもらってください。で、私はニュージーランドに2年住んでいて働いてるんですけど、日本では会社員もしてました。で、ニュージーランドに来てから、驚いたことについてご紹介させていただきたいと思います。まず一つ、私はレストランで働いてるんですけれども、日本だとお客様第一って必ずもうペコペコして、結構クレーム言うお客さんも多いかと思うんですけど、ニュージーランドではお客さんと店員さんが平等なんですね。なんでクレームもほとんどないですし、対等な関係なので、結構友達のような会話をして楽しんでたりしてますね。すごくなんか平等性が浸透してて、とても働きやすいなって思いました。お客さんもすごく丁寧で、なんか物とか渡したりとかしてたら必ずありがとうって言って笑顔で言ってくれたりだとか、すごく
はい、働きやすいです。続いて次は4週間の有給は有給取得が義務なんで、取らなければお金でもらえるしっていう感じになってるんですけど、日本だと今はどうなったか分かんないんですけど、私が行った時は10日もらえて5日は使わなきゃいけないみたいな、それ以降はもう自分の問題みたいな、使わなかったら使わなかったでなくなっちゃうみたいな感じじゃないですか。でも必ずニュージーランドでは取らなきゃいけなくて、なんで休み取るのも当たり前なので、あんまりこう日本みたいに休むの申し訳ないとかっていうよりかは、結構自分が好きな時に休むことができるので楽です。でニュージーランドでは結構その4週間分の有給をまとめて取って長期の旅に出かける方が多いですね。日本だったら考えられないですよね。その夏休みとかに 2,3 日くっつけていくとかだったらあると思うんですけど、それでも1週間ちょっととかじゃないですか。でもこっちはもう3週間とか1ヶ月とか取る方もいるので、それは驚いたことですね。で次、会社員のニュージーランドの会社員の方、オフィスで働いてる方とかはなんかランチの時間にお酒を飲んだりとか、金曜日は早く仕事を切り上げて3時とか切り上げてバーに行ったりとかっていうのが普通です。なんでレストランで働いててサラリーマンのスーツ着た方とかが、お酒頼まれてびっくりしますね。今から飲んで仕事行くのみたいな。でもそれが普通みたいです。会社によってはオフィスに、お酒が置いてあるところもあるみたいです。日本だと考えられないですよね。はい、以上が驚いたことになります。ニュージーランドでは、しっかり休むのが当たり前となってます。知っているだけで損しない制度がたくさんあります。ペイスリップを、給料明細をよく確認して自分の権利を守りましょう。はい、以上で、ニュージーランドで働く上で知っておいた方がいいことでした。最後まで見ていただきありがとうございます。もしこの内容でわからない不明点とか、あとは次どんなビデオをやってほしいとかっていうリクエストがある方はぜひコメントしてください。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。はい、ありがとうございますありがとうございます。ではまた次のビデオで。バイバーイ。